ちは上野有沙です。今日はですね、出産の Vlog を撮ったので、そちらをお届けするんですけど、そもそも出産のこの動画自体を YouTube に載せるかどうかっていうのをずっと決めかねていて、で、結構プライベートなことだし、どうしようかなっていうふうに思ってたんだけど、やっぱり自分としても残しておきたいし、YouTube にも載せようって思って、で、そもそもその撮り方が自分の記録用としてこう撮ったりしてたので、今までのこう動画とかみんなに向けてっていうよりは自分の記録みたいなちょっと撮り方の場面もあるので、そこはそういうことねっていう感じで、ちょっと最初に理解していただいた方がスムーズに見られるかなっていう感じなので、ちょっとね、変なところももしかしたらあるかもしれないんですけど、あいさちゃん自分の記録用に撮ったんだっていう風に思っていただけたらと思います。で、終わりもすごい突然終わっちゃうんだけど、退院後のこととかまた別の Vlog であるので、エンディングとかも撮らずにね、普通に記録、ドキュメンタリーみたいな感じで自分で記録してたから、終わりも突然にはなってしまうんですけど、そこも踏まえて最初にご説明させていただきました。で、息子はね、もうこんなに大きくなって、もう3ヶ月過ぎたんですけど、出産自体は2025年の5月に出産したので、その時の模様になります。なので、ぜひね、今回は私の動画を普段見てくださってる方以外にも出産系でこう飛んできた方もいるかなと思うので、参考になったらっていうのと、私視点のことで、結構情報っていうよりは感情の部分だったりとかが多かったり、私も確認の動画見ながらもうーってなったりとか、もう情緒もぐっちゃぐちゃなんですけど、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。ではスタート。はい、ということでついに今から病院に向かいます。予定日を超過して全然、子宮口はちょっとだけ開いてるんだけど降りてくる気配がなくて、結構大きいので、計画入院になって、それまでに出てくるかなと思ったんだけど出てこなさそうなので、今日から入院します。取れる限り取っていこうかなと思ってて。どうマイルズ、緊張するね。でマイルズは分娩の時しか立ち会えないから一人でいるの結構嫌だなっていう。できればマイルズが近くにいてほしいんだけど、マイルズはいちゃいけない。一応もう一回聞いてみようと思って、多分ダメって言われるだろうけど、お腹も限界に大きい。怖いな。産むこともそうだし、本当に無事に生まれてきてくれて、ちゃんと産声を上げて呼吸をしてくれるか、それが怖い。お部屋、トイレがあって、ベッド、冷蔵庫とかあって、デスクがあって、金庫もあります。はい、今巣作りを終わらせて、本当はいいお部屋取ってたんだけど空きがないって急遽言われて、とりあえずあさってぐらいまではこの普通のお部屋の予定です。どうですかマイルズくん。頑張ってね。もうバイバイだね。今から子供を産むなんて信じられないね。普通に旅行に来た感じですけど、はい、じゃあとりあえずもう準備ができたのでナースコールを押して準備できましたっていうのをお伝えするそうなので行ってきます。4時34分、子宮口見てもらって、まだ指1本分ぐらい、多分1.5 センチぐらいしか開いてなくて、バルーンを入れて、で背中にカテーテル管入れて、でバルーンも麻酔を使ってもらって、で点滴も今して、今は繋がってはないけど点滴の管が通ってて、お股にバルーンが入っててっていう状況で NST 取ってて、背中のカテーテルも全然違和感も痛みもなくいられます。でバルーン用に麻酔を少し入れたから1時間ぐらいで切れるらしいんだけど、ちょっと足の感覚が気持ち鈍ってるなぁみたいな感じです。本当に生まれてくるのでしょうかっていうドキドキです。5時23分でお腹痛い。これなのかな、陣痛みたいな痛みが今キューンときました。初めて。便通に似てるけど便通じゃなさそうみたいな痛
ご飯です。なんか NST やってるんだけど、赤ちゃんが苦しそう、張りがあった後に赤ちゃんがちょっと不安定で苦しそうみたいで、もしかしたら帝王切開になるかもみたいな。今とりあえず数値を見たりとかしています。はい、そんな感じでご飯いただきます。お腹すいた。なんかバルーンも腰のカテーテルも全部が痛い。陣痛とかじゃないんだよね。この入ってんのがすごい違和感で痛いです。とりあえず今9時半ぐらい行って10時か10時で12時にまた NST 取りに来るので出ます。2時間だけおやすみなさい。おはようございます。今日が一応出産予定の朝です。スキンケアして今5時6時前かな。スキンケアは SK2 のセットを持ってきました。洗顔はタッチャーです。ボディクリームはダルバもう剥げちゃってるんだけど、だから今起きてトイレ行ったらバルーンが取れてポトッと、助産師さん曰くなんか所見もいい感じっぽいのでちょっと進みそうだねっていう感じで、バルーンが取れたっていうことは、子宮口がちょっと開いてくれてるっていうことだと思うので頑張ってきます。はい、ということで顔も洗ってすっきりして、今から促進剤を打ったりとかするのかな。陣痛の誘発したりとか、何が起きてももう今日でお腹の中にねこの子がいるのが最後になるので、めっちゃ緊張。頑張っていきたいと思います。行ってきます。どこまでカメラが回せるかちょっとわからないんだけど、回せる時は回したりで、分娩台に上がったらマイルズが来てくれるので、でもまだまだかかるんじゃないかなという感じです。はい、帝王切開することになって怖すぎて、また無事に終わったら撮ります。どう？ドキドキしてる？会うの。よかった、またお会いして。来ました。そっくりです。びっくりします。おめでとうございます。目が開いたらまたパパに言って。信じられない、これがお腹にいたの。苦しそう。ちょっと苦しそうかも。なんかちょっと泣いたかな。赤ちゃん苦しそうかも。なんか音がちょっと変わって。モニターは大丈夫そうだですね。そうですね。色もいいですし、呼吸の状態も大丈夫ですね。みんなパパにそっくり。自分でも言ってない。赤ちゃんの時にそっくりなんですよね。あ、そうですか。はい。でも生後何ヶ月ぐらいの時の顔なんですよね。生まれてすぐの時。マイルズも帰って今後陣痛がめっちゃ痛いんだけど、もうちょっと痛み止め我慢しようかなと思っています。傷の痛みは今のところまだ大丈夫って感じ。こっから怖いなっていう感じです。で、赤ちゃんは今別の助産師さんたちといるんだけど、めっちゃ泣いてるからね。で、大きい子って低血糖になりやすいらしくて、ミルクをあげて、そしたらミルクをめっちゃ飲むらしくて、でミルク飲むと泣き止む。でボリュームを早速もうほんとおっぱいマッサージめっちゃやって開通してたからすぐ飲んでくれて、まだでもすぐ母乳をこうやって頻繁にあげられるような状態じゃないからミルクをあげてくれてるんだけど、すごい大きい体重管理気をつけないと泣き止むからってミルクめっちゃあげたらさ大変じゃんこの後。だからそれも気をつけないとと思いながら、ちょっともう疲れちゃって今日一日何にも食べられないし、昨日の夜7時に食べてそこからもう何も食べられなくて、お水もダメで、ここにガーゼがあるんだけど、濡れたガーゼを口の中に入れて
飲み込みはしないでちょっと口の中を湿らせたりとか、あとはもう点滴で水分取ってっていう感じで、マジでお腹すいた。はい、そんな感じの、今日でした。おはようございます。産後1日目ということで、昨日出産して、まだ麻酔がちょっと痛み止めの麻酔が残ってて、足はちょっと動くんだけど、これ切れたらマジで傷がやばそうで、術後からもう寝返りも打てないし、ずっと同じ体勢で寝たきりで、おトイレも管なので体やばそうなんだけど、今日の目標はお手洗いに行くこと、管を取って、そして早く赤ちゃんにまた会いたい。昨日の夜から会ってない。夜もまともに寝られなかったから、ずっと写真見て会いたいと思って、マイク持ってきたんだけどね、持ってきたんだけど撮れないからさ、マイクつけて喋ったらちゃんと聞こえるんだけど、我が子ってこんなに可愛いんだなと。まだ抱っこもちゃんとできてないので、早く抱っこしたいです。いいよ、泣いても。お目目開けてる。めっちゃお目目開けてるよ。見える？また寝ちゃうの。ほんとあなたみたいな目してる。今部屋の移動をして特室に移動しました。はあ、痛い。おとといの夜から何も食べられない、飲まず食わずで、今日の朝からお水は飲めたんだけど、スープをやっと飲めるんだけど、ちょっと体が痛すぎて今、どうしたらいいか痛い、わからない。肩の痛みが出てきました。痛い肩。スープを飲みます。うま。これはうますぎます。夜はおかゆ食べられるようになって、少しだけだけど。痛くて傷が、痛み止めやったけど痛み止めが効いてないかも。めっちゃ痛い。汗も出てくる。めっちゃ。今は4時半。お腹が空いた。腹ペコです。早くおかゆ食べたい。ご飯だ、普通のご飯だ。おかゆだけど全然美味しそう。いただきます。牛乳飲んだりするし、牛乳じゃねえ。牛乳、ミルク。ミルク飲んだりする。母乳も出るんですよ。あ、でも今日は全然吸ってくれなかった。あ、そう。出てはいるんですけど。おはようございます。今は産後2日目の朝6時です。5時半ぐらいに目が覚めて、でもその前に2時ぐらいに目が覚めたりしたけど、結構しっかり昨日に比べて長めに寝れて、ちょっと回復したかな。また寝たいんだけど、こうなんかずっとうとうと起きてみたいな感じ。今日はベイビーを抱っこするのを目標に、やっぱ起きたら痛み止めが切れててめっちゃお腹痛くて、で今痛み止め飲んでロキソニン飲んでって感じなので、今日は抱っこしたいな。早く会いたい。あとお腹空いた。早くご飯食べたいです。今朝7時ぐらいでジャーナルをねちょっとつけたりしてて、出産の時のことをちょっと思い出して、新鮮なうちに書いたりとか、我が子の写真を見てたら可愛すぎて涙が、可愛すぎてまだ抱っこできてないから早く抱っこしたいし、昨日一晩中泣いてたらしくて、かわいそうに。やっぱすごい食いしん坊だそうで、大きいからミルクの量が普通の子の量じゃ足りなくて、泣いてもすぐ起きちゃって泣いちゃうらしい。助産師さんたちがケアしてくれて本当に感謝です。
産後2日目の朝ごはんはおかゆがもうちょっとご飯っぽくなった。美味しそう。お腹すいた。でお祝い膳の予約表もくれました。いただきます。背中もちょっと立てるようになってみたいけど、無理しないと回復が遅くなると無理するっていうか頑張らないと。なので、はい、じゃあいただきます。早く赤ちゃんに会いたいのでご飯食べたら呼んでもらおう。お昼から普通のご飯になるので、さすがに今日はお菓子とかはやめて、明日からお菓子とか食べる。全然なんか温泉卵食べたかったとかないけど、妊娠中さあんまり食べれないじゃんこういうの。だから出んの。寿司食べてー。絶対見てくれるな。かわいいね。かわいい。すごいマジでさ、おむつ替えた瞬間に泣きやんだ。すごいね。こんなそうなのって見てくれんな。かわいいね。うててててうててはい、傷もだいぶまだ2日目、産後2日目なんだけど、だいぶ良くなったってわけじゃないけど、ちょっとロキソニン言われてるのよりちょっと多めに飲んでるというか、6時間空けてって言われたんだけど、もう5時間で痛くなっちゃったので、今またロキソニン飲んで、で今日後で先生が麻酔を外してくれるので、麻酔外したらもっと痛くなるのかな、分かんないけど、とりあえずまたちょっと疲れちゃって、今おっぱいの上げ方とかいろいろ習って、でまたちょっと仮眠取ろうかなと思って、お昼ご飯までちょっと寝ます。ちゃんとしたご飯がやっと食べられます。いただきます。点滴も外れました。そう、体の管全部取れました。おととい泣きっぱなしだったんだもん。聞こえる？ママのお腹の中が良かったの。はい、ということで今日は産後2日目2日目が終わって、もうめっちゃ大変だった。もう可愛くて仕方ないんだけど、もうめっちゃ泣くのね。で助産師さんみんなにめっちゃ泣くから本当大変だと思うって皆さんに言われて、もう案の定めちゃくちゃ泣いてて、でおむつだったらおむつ替えてとか抱っこしてとかそういう感じなんだけど、もう本当に抱き癖がすでについてるっていうかさ、でも生後2日でそんなことあるとか思いながら、とりあえずすごく手がかかりそうな感じで、けどそれもまた愛おしいし、今はこうやって初めてのことで教えてくれる人もいて、楽しんでっていうか可愛いなって思いながらこうできてるけど、こっからまたね退院して現実になった時にちゃんと自分のメンタルとかも保ちながら子育てもしていかなきゃいけないので、すごく大変だなので、お腹の傷がめっちゃ痛くなっちゃって、またで今日また座薬を今入れてもらってロキソニンも飲んで、だいぶでも今日はめっちゃ動いたんだよね。ちょっと無理しすぎたかなってぐらい。まだ言ってさ、手術お腹切ってから48時間ぐらいしか経ってなかったのに、動いた方が回復が早いって見たからめっちゃ動いちゃって痛いんだけど、今日はもう一旦寝ようかな。今9時半ぐらいかなんですけど、ちょっと寝たいと思います。おやすみ、また明日。今日は産後3日なので生後4日目です。朝7時18分。今日もやっぱり5時間ぐらいしか寝られなくて、5時前に起きちゃってロキソニン飲んで、お尻とか背中がちょっとかぶれちゃって、私のでまた薬塗って、足もかぶれてるからジンマシンみたいな。昨日は我が子はぐっすり寝てくれてたらしくてよかったと思って、昨日はなんか女の子チームがすごい大変だったって助産師さんが言ってて、で寝てくれてたみたいなので、おっぱいがめっちゃ張って超痛くて、なのであんまり触るとね良くないらしくて、もうすごいパーンってなってて痛いです。でも岩レベルじゃないし、痛いって嘆くほどではないから、まだ序の口なんだろうけど、
今から赤ちゃんが来るのでおっぱいあげたりいい時間を過ごそうと思います。泣くの？寝て。今日のお昼ご飯盛りだくさん、美味しそう。いただきます。また傷がすごい傷んでて、3時間ぶっ続けでおっぱいあげたり赤ちゃんと過ごして、でお昼食べて、お昼ぐらいにもう一回助産師さんが連れてくるって言ってたんだけど来てなくて、もうすぐ面会時間が、あと1時間半1時間ぐらいかで面会が始まるので、私もちょっと体力をね温存しとかなきゃと思って寝ようかなと思ってんだけど、もう胸がさもうガッチガチで超痛くて、でもう大丈夫って思ってたらやっぱ上げれば上げるだけどんどんこう出てきちゃうみたいで、でもこれ出していいのかもちょっとよくわかんないからもう助産師さん来たら聞いてるよと。もう夜が全然眠れなくてさ、ずっと体が疲れてるし傷は痛いし、ちょっと寝れたらいいんだけど眠れないんだよね。超疲れてるのにホルモンってすごいなと思いました。で今日からいきなりもう足が、今まで妊娠中もむくみなかったのにめっちゃ足がむくんで痛い。メディキット履いてたんだけど、なんか履いてると逆にむくむかなとか思って脱いだらそんなことなくて、今マイルズに洗濯してもらってる手術オペの時の着圧を待ってます。めっちゃ美味しそうな今日のご飯です。はい、今日は、産後4日目、我が子生後5日目ということで起きました。今日も今7時半で尿検査とか血液検査、血圧、傷のチェック、熱とかいろいろ私の体のチェックアップがあって毎朝あるんだけど、今日は血液検査もあって体重も測って、体重がまさかの 3.8 キロしかやってなくて、我が子 4.2 キロあったんだけどプラス羊水とかだったんだけどみたいな感じで、まあこっからですね。で今日は11時からエステを予約してあるので、エステまでにシャワーを浴びたりとかしなきゃなので、今赤ちゃんは寝てる、ミルク飲んで寝たそうで、今日から母子同室、今日母子同室してって感じでやっていきます。また写真見てて我が子が可愛すぎて泣けてくるっていう写真とか動画を見返してて、可愛すぎて、こっからさ多分退院して普通の日常っていうかリアルな生活、今こうやっていろんな助産師さんとか病院に手を借りて自分の体の回復だったりとかしながら、必要な時に赤ちゃんに会ってお世話してっていう、だから孫みたいな多分ぐらいのさ接し方で、夜も寝かせてもらってみたいな感じだけど、これであさって退院してマイルズと、ママも手伝ってくれるんだけど、マイルズと一緒に家族をしっかり始めていくってなった時に、いろんなさ、大変なこととか新生児の時とかってほんと記憶ないぐらい大変みたいなみんな言うから大変なんだと思うんだけど、きっとマイルズに対してイライラしたりとか赤ちゃんに対しても思い通りにいかなくて苦しくなることとかがあると思うから、まだ起きてもないことなんだけど、でその時にこの気持ちを忘れないようにしたい。可愛すぎる、マジで情緒やば。でまだ出産のことを残してないから、出産のことも話して残さないとなと思います。今日の朝ごはんは和食です。おはよう、寝てるの、寝に来てるの、かわいいね。今から産院で受けられるエステを受けてきます。アロマトリートメント1時間、帝王切開なのでうつ伏せができないので仰向けで施術していただくそうです。はい、今マッサージからすごいなんか帰ってきて、やっぱ帝王切開だったからちょっと痛くて仰向けのみで背中とかもほぼできなかったんだけど、足のむくみがめっちゃ取れて、これでもめっちゃ取れたの。足の形が変わって、やっぱ意味あるんだって助かりました。初めての母の日午前だって。これがコースターになってて持って帰れるらしい。かわいい。
かわいい。いただきます。マイルズが母の日、初めての母の日してくれました。ありがとう。見て、大好きな花々のお花とマリンハウスのケーキ、しかもハッピーファーストマザーズデーって書いてある。おー、ありがとうマイルズ。マイルズのお父さん来てくれました。あ、だからみんな同じ長さしてるね。はい、ということで出産に関して動画撮ってなかったから回そうと思って、予定日を3日過ぎて、もともとそもそもすごい大きい子だったから36週からもう正規産っていう感じで、産めるようにたくさん動いたりおっぱいマッサージしたりしようってなってでしてたんだけど、全然出てこなくって、お腹もどんどんもともと大きかったのにどんどん大きくなって、で予定日過ぎて、で予定日過ぎる前にもし予定日過ぎるようだったら40週、まあそれは病院の空きの都合だったんだけど、40週3日の日に入院、計画入院しましょうって言ってて、もともと無痛分娩の予定だったから、計画で無痛誘発して行きましょうっていうことになって、で当日2時半に病院行って、その時はマイルズも一緒で巣作りして、でマイルズとバイバイして陣痛室で NST して、でカテーテル入れて点滴して、で麻酔の機器チェックして、でその時点で特にこれとかも結構私もう今記憶ないわ、ちょっと飛んじゃってんだよねマジで。でバルーン入れて、で子宮口はその時もその前と変わらずに指1本分ぐらいで、バルーン入れて3センチにしたいっていうことで、まだ全然ただ気配なしで、夜その日は2時半にインして、で夜ご飯食べて、で夜ご飯の前に赤ちゃんが苦しそう、 NST で赤ちゃんがちょっと苦しそうっていうことで点滴して、NST で様子見したんだけど、座ってると、落ち着いたかもみたいな感じで、で帝王切開になるかもっていうこの時点で、もう前日の6時の時点でそれを言われて、どうなるんだろうなっていう感じで、でもその時はまさか本当に帝王切開になると思わなかったし、ずっと今まで検診でも赤ちゃんもすごく元気って言われてきたから、で夜9時半に1回 NST 外して、でその日はお産が多かったらしくて、で夜中にまた NST つけに来るっていうことで、で、バルーンまだ入れっぱだったし、背中のカテーテルも痛かったみたいな感じで、で次の日の朝6時に、朝トイレ行ったらバルーンは落ちて、でこの時点で40週4日で初見いい感じっていう感じで、夜のうちは NST もなんか大丈夫そうだったっていう風に助産師さんに言われて、その時点でそうだよね、帝王切開のはずないよね、下から産めるよねっていうような感じで思っていて、で朝7時に部屋移動して、で、子宮口を3センチで張って、でお腹が張るたんびに赤ちゃんの心拍が下がったりとかしてて、そんな命に危険はないけど苦しんでるみたいな感じで、でとりあえず朝ごはんももう食べないでくださいみたいな、もう多分その時点で先生は帝王切開するつもりでいたんだろうけど、朝ごはん食べないでくださいってなって、で前日も夜ご飯が7時とか6時とかで、そっから何も食べてなかったからめっちゃお腹空いてて、お腹空いたみたいなぐらいの感じだったんだけど、でもうそれが朝7時の時点で結構なんかもう帝王切開かもみたいなニュアンスが出てて、で朝9時の時点でもう帝王切開で行きますっていう風にお医者さんから言われて、で旦那さん呼んでくださいみたいな、でマイルズが来たら2人にまた説明をするけど同意が必要だから2人のみたいな、で私同意できないと思って、でもその帝王切開にしますって言われて、先生にもそれって下から産めないですかみたいな、どうにもならないですかみたいな感じで言ったら、今のままだとまずそもそも3センチしか開いてないし、ここで誘発してもっとお腹張って本格的な陣痛になった時に赤ちゃんがもっと苦しんじゃうし、耐えられるかわからないし、そもそも大きい子だからすごい難産になりますってはっきりと言われて、難産っていう言葉を、でああと思って、で帝王切開以外のオプションはないんですよねみたいな感じで、もう結構粘って、もうそれが一番母体と赤ちゃんのために一番いい方法ですっていう風に言われて、ああってなって、でもう先生いなくなった瞬間にボロ泣きして、怖くて、なんか下から産むイメトレをしたりいろんな
知識を勉強したり、お産なんてさ思い通りにいかないはずだけど、私はできることをたくさん学んだし、できることやってきたし、エイマッサージとかもそうだし、帝王切開を1回するとさ、やっぱ2回目も帝王切開、そうじゃない帝王切開の後も埋めるとかもあるけど、やっぱで本陣痛も私経験しなかった。お腹張るぐらいっていうかさ、前駆陣痛、子宮口3センチの前駆陣痛ぐらいしか痛みもわからないし、なんかそういうのも経験しないでお腹切って、あとなんかもう手術とかも入院とかもしたことなかったから、もう切るっていうことが怖すぎて、でもうめっちゃ泣いて、看護師さんとか来て NST とかチェックしに来てくれてんだけど、もうなんかってなってて、でマイルズが9時にそれ呼んで、10時前ぐらいに来て、マイルズの顔見た瞬間また号泣して、で多分先生の見解的には胎盤がその予定日も過ぎちゃってるし、胎児のが大きいから胎盤がもう結構古くなってて栄養が届いてないかもみたいな、それかへその緒がなんかあるかもみたいな理由で、もう本当に怖くて、でそのマイルズが来たぐらいから結構もう記憶がなくって、その間手術までの間何してたのかちょっと分かんないんだけど、で、11時から12時頃にオペしますっていう風に言われて、でその時も私はやっぱり下から行けますねって言われると思ってたぐらいまだ諦めてなくて、でマイルズ来て2人でもう同意書にサインみたいな感じになったのでサインして、で結局12時31分に我が子が誕生してっていう感じで、初日にその NST をやったようなお部屋で、オペっぽくないっていうか普通になんかちょっと部屋みたいなところで、それもすごいびっくりして、お腹切るのにこんなところでやるんだと思って、だから変な意味じゃなくてね、で初めてのことだから、であれよあれよともう酸素つけたり麻酔後ろのやつやって、背中に打つ麻酔 2種類やって、でも足の感覚がなくなって足が動かなくなって、でお腹に冷たいものとか当てられて「感じますか?」みたいなので、感じるような感じないようなみたいな。私は右足の方が麻酔の効きが強くて、右は結構もう感覚ないんだけど左はちょっと感覚あるかもみたいな。でじゃあはい切りますってなって、で切って、なんか痛みはないんだけど、こう引っ張られてる感覚とかあるし、なんか途中で一回グーって押しますよみたいな感じで押されたりとか、もうなんか思い出したくないんだけど、あんまり出産をして、どんな形であれ出産をして、なんかまだ追いついてないから、なんかその瞬間をちょっとトラウマっぽいっていうか、思い出したくないっていうことが悲しいなって思います。めっちゃ怖かったし、感覚はないんだけど、痛くはないんだけど、最後その赤ちゃんが取り出される時が結構怖さのピークっていうかで、その出す時もすごい大きかったから、先生たち2人、先生が2人と、助産師さん2人3人ぐらいいて、おお大きいみたいな感じで、おおこれは本当に大きいみたいな感じで、こう、見えない状態にはなってるんだけど、こっちに助産師さんいて、こっちにも助産師さんがいて、でこっち側に台があって、そこに「おお大きい」って言われた我が子が乗って、そこで「もう出てきますよ」って、その「大きい大きい」ってやってる時に「はいもう会えますからね」みたいな言われた時に、もう涙が止まんなくて、恐怖と嬉しさとなんかもう感情が崩壊して、でこうずっとこっち見てたら我が子がこう来て、こんな子が入ってたんだと思ってもうふーみたいな、もうなんか怖くてずっとうなってて、みたいな感じでずっとうなってて、出せれる時とか結構悲鳴までいかないけどみたいなで、なんかもうってなっちゃって、その誕生するのとこの中に入って入れられてる感、なんかもうぐちゃぐちゃな感情のまま出てきて、ってこんな子が入ってたなんて、もう不思議な気持ちで、我が子を見ながらまだお腹を閉じる作業とかもあるし、胎盤取ったりとかなんだけども、なんかこういう感じで、でもずっとまだお腹をこう触られて何かされてる感覚はずっとあって、でずっと我が子を見ながら落ち着かせながら、こんな子が入ってたんだと思って、すごいいろんなことを考えて、で最初ちょっと低血糖だったから、なんか血液検査かなやるみたいな感じで、赤ちゃんのとりあえずそのお腹閉じるのも意外となんか出てくるまでの方がすぐで、閉じる方が時間かかってた。それはなんか楽しみだったから感覚的な問題なのか分かんないけど、そのホチキスみたいなさ、ステープルでパチンパチンって傷を止めるんだけど、それとかもステープル貸してみたいな
先生のそのホチキスするんだっていうのが自分のイメージになっちゃって見えてないんだけど、でパチンパチンっていうような音も聞こえて、あ今ホチキスしてんだとかそういうのとかですごい怖くて、でも本当になんか自分が思い描いてた出産の形ではなかったけど、私にとっても赤ちゃんにとっても最善の方法で、もう何より健康に安全に生まれてきてくれて本当に感謝だし、早めの段階でこれで私がもし嫌ですねばって、そんな嫌ですとか言わないけど誘発して赤ちゃんが苦しくなるんだったらお腹切った方が絶対に良かったから、早めにこう先生が決断してくださったことも本当に感謝してるし、本当にこれで良かったなという感じなんだけど、もうただただ自分が帝王切開に関しての知識がなさすぎて調べてもなかったし、あんまりだからすごく帝王切開のあれは忘れられないね。で手術終わってもあんまちょっと記憶なくて、こう運ばれる足とか下半身とか動かないから、もうしかももう結構放心状態で病室っていうか自分のお部屋に運ばれて、この部屋じゃない部屋だったのねその時で、運ばれて、でそこにマイルズがいて、でマイルズとも話して、でマイルズがお部屋で我が子と対面して、で泣いてるマイルズを見ながら私も泣いて、でその日は面会の時間からママが来てくれて、私のでママにも孫を一番に見せることができたしって感じで、ただまあ足とかもずっと動かなくて、その辺はもう動画撮ってるか、あとなんだろうな、そんな感じだったかな。それが私の出産のエピソードでした。まあジャーナルつけたしそっちでもいいんだけど、動画でも残しとこう。マジでこれは私は帝王切開を否定してるとかそういうことではなくて、ただただ私が本当に怖くてっていう。今でも3、4日傷口見られなくて、一昨日ぐらいにやっと自分で初めて見たんだけど、そのくらい結構やっぱ怖くて、でも治りもすごい良くて、だいぶ動けるようになったかなっていう感じで。